行く人を見てるかもしれないですね。一日体験できるならどんな仕事に興味がありますか？ YouTube 以外のお仕事何をされているのか気になります。これは非常に質問が多かったですねこの質問ね。お姉さんとの仲良しの秘訣は何ですか？運動はしていますか？旅行について続いてちょっと待って感じか次はどこの国に行きたいですか？旅行の決め方、フライトやホテルはどこで予約をしていますか？本当にありがとうございます。もう本当にこの質問が一番多かったこちらに関しては、こんにちは、マリコです。今日の動画は簡単な自己紹介とこれまでに皆さんからいただいていた質問にお答えする動画にしていきたいと思います。ちょっと緊張していてうまく喋れていないので、この冒頭部分のみアフレコにさせていただきました。まずは簡単な自己紹介を画面上に載せさせていただいています。私は YouTube で暮らし、ファッション、旅などいろいろなジャンルを発信しているんですけれども、今回の質問もそれぞれいろいろなジャンルでいただきました。質問すべてには答えられてはいないのですが、質問してくださった方、本当にありがとうございます。今、夫が目の前にいるんですけれども、夫婦についての質問も結構頂戴したので、夫に回答してもらうこともあるかななんて思ったので、今回は質問形式で2人で進めていこうと思っています。よければ最後までご視聴ください。それではスタート。まずはですね、私自身のことについてちょっとね、事前にいただいた質問をちょっとジャンルでまとめたんですよ。で、今夫に質問してってもらおうと思うんですけれども、それではお願いします好きな食べ物は何ですか？ベスト3。好きな食べ物はカニ、好きだよね。カニと酸っぱいものあとは何だろう、海鮮かな、海のもの、カニも含まれるけど、はい、そんな感じです好きな映画は何ですか？好きな映画トップ3を教えてください。これもトップ3か。1番はトイストーリーですね。大好き、かわいい特にトイストーリー3のアンディがボニーにおもちゃを渡すシーン、ご存知ですか？あれめっちゃいいよね、あのシーンね。あれかな。あとはライフっていう映画、ベン・スティラーさんっていう俳優さんが出てる動画なんですけど、すごくいい。私いつも見てるよね、あれね、飛行機の中とかで。内容は見てくださいもしも誰かの人生についての映画が制作されるとしたら、ジャンルと演じる俳優は誰ですか？ジャンルってなんだろう。私さっき言ったライフっていう映画に出てるベン・スティラーさんっていう俳優さんが好きなんですよ、結構。で、ナイトミュージアムとかにも出てる俳優さんで、その方になんか演じてほしいですね。あの方は結構コメディっぽくもできる人なので、できる俳優さんなので、コメディっぽい感じでベン・スティラーさんに、なんかコメディみたいなやつをやってほしいかなはい。よく見る YouTube やテレビ番組は何ですか？テレビはほとんど見ないよね、私たち。ほんと天気予報ぐらいしか見ないんですけど、 YouTube は長田さんですこの動画の1個2個前ぐらいに長田さんの夫婦旅っていう企画に参加している動画があるんですけど、好きです。夫も見てるよね。もう結構前から見てて、正直一瞬ちょっと見なくなった時期あったんでなんだけど、またこう戻ってきて、ファン歴としては結構多分長い方だよね、私たちは。はい。あとはお友達の坂もチャンネル坂もかなとか、あと旅系をよく見るよね。そうだね、やっぱ旅行が好きだから旅行系の YouTuber よく見ますね。はい。
集めているものはありますか？推しているものや推している人はいますか？集めてるもの、そうなんです。で、ここにちょっとご紹介したいなと思ってすでにここにスタンバってるんですけど集めているものってそんなにコレクション癖というかはないけど、唯一多分これだよね。私これがこれ映りますかね、ピントがカバリニ社が出してるパズルなんですけど、すごくね可愛いんです。このパズル、これを以前日本橋の雑貨屋さんで見つけて、すごく可愛くて、でこれ筒に描いてある絵が出来上がりの完成図になるんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ。でこれ、一応なんかサボテン柄とか、あとお花柄とか、なんか鉱物、石柄みたいなのもありますね。日本で3つぐらい買ってたら、ニュージーランドに行った時にこのニュージーランド版を見つけたんだよね。で荷物になるなとは思ったんですけど、可愛いからこれ買ってきました。でこの間アメリカ旅行行った時にナショナルパーク、アメリカのナショナルパークバージョンも売ってたので、これもすごく可愛くて気に入ってますね。唯一これぐらいかな、集めてるもの。そうですね。で推しはあんまり人を推したことがないかな。なんかアイドルとか、なんかアーティストとかもあんまりないんですけど、さっきお伝えした、YouTuber さんとかかな、その方たちですね。はい。どこでセンスを磨いていますか？どこでセンスを磨いてセンスがいいのかっていうまずところなんですけど、なんだろう、道行く人を見てるかもしれないですね。すごくおしゃれな人が結構道にいっぱいいる、街にいっぱいいるから、なんかそういう方たちを見て、その人たちがしてる格好が可愛いなとかっていうのはよく見てますかね。はい。一日体験できるならどんな仕事に興味がありますか？ディズニーランドのキャストさん、これ私結構いいなって本当に思ってた時があって、一時期いってらっしゃいっていうお姉さんいるじゃん。なんかビッグサンダーマウンテンとかでさあ今から乗るぞみたいなところで、なんかふーってなってる時にいってらっしゃいって笑顔で言ってくれるお姉さんがすごく安心したの。私ジェットコースターが結構苦手なタイプの人間なんですけど、でだからなんかすごいいいなと思って、なんか人がこうワクワクしてたりとか、不安な時もそうだけど、そういう時に超笑顔でこういってらっしゃいってあのお姉さんはやりたいかな。なんか一日体験させてほしいなんかある？あなた技術が必要ないんであれば、パイロット。それもわかる。それもちょっと思った。私もね、いいよね。わかるわかる。もっとすぐできるもんじゃないけど、わかる。今は会社勤めされてますか？今は会社勤めはしていないですね。フリーランスで働いています。どんな業種のお仕事をしていますか？どのようなジャンルのお仕事をされているのか気になります。 YouTube 以外のお仕事、何をされているのか気になります。これは非常に質問が多かったですねこの質問ね。そうね、何をしてるんだこの人はって思いますよね。そんなに詳しくはやっぱりね、秘密なんですけど、大きく言えばアパレル業界になると思います。はい。で、YouTube のお仕事とアパレル業界のお仕事っていう形で働かせていただいてます。お姉さんとの仲良しの秘訣は何ですか？お姉ちゃんが大好きだから回答になってないから、もうなんだろう、仲良しになりたいとかじゃなくても好きなんだよね大好きなんです、私が。でもね、多分ね、姉も好きだと思う、私のことっていう好きの関係だと思います。多分その仲がいい、よく見えてるのは、よく見えてるってなんか悪いわけじゃないんですけど、多分本当
に本当にいいお姉ちゃんなんだよね。もう多分私とそのお姉ちゃんたちの関係を多分夫は一番近くで見てるんですけど、もう本当にいいお姉ちゃん、いいっていうかもう大好き、もうそれにつきます以上です。いつも明るいマリコさん、日々大切にされていることはありますか？明るいですかね。明るいか、陽気な感じかな。でも私これ一個すごい心に留めてるというか意識してることがやっぱあって、以前何かの本で誰がおっしゃったかちょっとわからないんですけど、誰かの言葉だと思うんですけど、楽しいことは楽しもうとする人のところにやってくるみたいなことを、なんかそういう言葉を見たことがあって、すごいいい言葉だなって私は思って、その時になんかやっぱりこちら側がどうなのみたいな風な感覚で物事を見てると、そういう風に見えてしまう部分も少なからずあるんじゃないかなっていう風に思うから、なんかわかんないけどなんか楽しそうとか、なんかそういう意識でいたいなっていうのは心がけてるかな。結構そういう感じだよね、多分性格的にね。そうだと思います続いては美容ファッション系についての質問に回答させていただきます。身長は何センチくらいでしょうか？身長は162センチです。結構ファッションの動画とかコーデの紹介とかってしてるとすごく聞かれることがあるんですけど、私はどうだろう、平均よりちょっと高いようになるのかな。162センチです。身体的な自己紹介、身長、パーソナルカラーなどが知りたいです。コーデの参考に。身長は先ほどの162センチで、パーソナルカラーはちょっと見ていただいたことがないのでわからないんですけど、おそらくイエベブルベっていう多分分け方だとイエベの方になると思っていて、でなんかイエベだと春と秋があるのかな、スプリングとオータムがあると思うんですけど、多分ですけどオータムなんじゃないかなって勝手に思ってます。ちょっと調べたことないんでわかんないんですけど、そんな感じかな。運動はしていますか？全くしていません全くしておりませんしましょう美しさを保つためにやっている生活習慣などがあれば教えてほしいです。美しさを保つ、ちょっとそういう意識ではやってないんですけど、家で仕事することが多いので、運動してないんで歩くことぐらいはしなきゃなと思ってて、1日1万歩を目標に歩こうとしたいっていう感じですはい。食生活で気をつけていたりスポーツしてますか？スポーツは先ほど申し上げた通り一切やってないんですけれども食生活は多分私はさっぱりしたものがすごい好きなんですね。食べ物もお肉よりもお魚の方が比較的好きだし、野菜もすごく大好きなんで、多分そういうものを食べようとはしてるし、好きなんじゃないかなっていうふうに思います。なぜそんなにスマートなんですか？多分これは体質だと思いますね。もともとすごくやっぱり痩せ型な多分体質だし、先ほどお伝えした多分食べるものがヘルシーなものが多分好きなので、そうなんじゃないかなっていうふうに思います。愛用スキンケアとコスメを教えてください。どんなメイク用品とか化粧水とか使ってますか？スキンケア、ボディケアは何を使っていますか？これもう結構頂戴しましたね、この質問も。で、このスキンケアとかコスメについてはちょっと Vlog の中で、この次の次ぐらいの動画とかでご紹介したいなっていうふうに思っています。ちょっと待っててください。で、ボディケアはほとんどしてないです冬場に、なんだろうあれ、ワセリンなのかな、ちょっとそれも定かではないんですけどっていうぐらい塗ってないですなんか乾燥してきちゃったかもっていう時にてって塗ってるぐらいですあなた毎日塗ってるよね。夏でも塗ってる？夏でも塗ってる。顔はね。
顔はね、うん体は冬だけでしょ、でも圧倒的に冬でも私より夫の方が塗ってます。私多分塗っても3日に1回とかだよねもっと塗ってないかも、そんな感じです。はい。ネイルはいつもサロンでされているのですか？ケアなどはどうされてますか？ネイルは私はこんな綺麗にはできないのでネイルサロンでやっていただいています。ケアは特にしてないんですけど、でも一年中こう寝る前に必ずハンドクリームだけはつけて寝ているかな。で冬場もしこのなんかちょっとカサカサってしてたら、オイルみたいなやつをつける時もありますけど、そんなにこう特別なケアはしてないですね。はい。ブランドバッグ持っていますか？おすすめあれば教えてください。ブランドバッグは持ってませんね、私本当にハイブランドと呼ばれるものを一切ほとんど持ってなくて、多分自分が持ってる中で一番高いものってリモアのトランクぐらいなんですよで、なんでかっていうとブランドバッグを買うお金があったら旅に出たいそんな人間なんで全然こうブランドものを身につけないんですよね。なのでちょっとおすすめはわからないんですけれども、いつも素敵に着こなしをテイク2テイク2いつも素敵に着こなしされているお洋服はどうやって探していますか？ネット、店頭、雑誌など。私はなんだろう、まずはユニクロ、これもユニクロですけど、ユニクロ好きなんでユニクロのウェブサイトとかで見るとか、あとは、好きなブランドってそんなになくて、でユニクロ GU とか無印とかのちょっとプチプラ系のものとかと、あとちょっとだけ値段が高いものだとユナイテッドアローズのビューティー&ユースっていうメーカーさんが好きなんですね。で大体その店舗に行くと欲しいものが出てきちゃうんですよ。だから物を買いたくない時は行っちゃいけないんですけど、なんか欲しいなとか思う時はビューティー&ユースの店頭に行ったり、あとはビューティー&ユースのサイトを見てから、これ気になるって思ったものを店頭に行って、で比較的必ずと言っていいほど私は試着をしたい人間なんですよ。で自分の骨格とか顔の雰囲気に合うものを買いたいから、そうですね、きっかけはネットだとしても一回店頭に足を運ぶとかっていうような感じが多いですね。着なくなった服の整理はそうですね、捨てたり売ったり、ウエス切って小さなこの雑巾みたいな感じにして掃除に使ったりとかしてますね。買い物で失敗したことはありますか？衝動買いやネットショッピングなど。ありますよ、ありますあります。でも基本的に私ネットショッピングってさっきもちょっとお伝えしたんですけど、自分が一回着てみたものしか買わないタイプなんですよ。失敗したくないからだから材料が思ってたのと違うとか、サイズが小さい大きいとかっていう失敗はほとんどないんですけど、ただどっかに出かけた時に気分上がっちゃって、うわーみたいな、うわ可愛いみたいになって買って、あれこれいるのかなみたいなのは何回かあるかな。やっぱり人間だものはい。ファッション系のものを買うときに一番大切にしていることは何ですか？はい、もう一番ちょっと2個ぐらい出てきちゃうんですけど、まず似合うことと、あとバランスですね。着た時のだから似合うかどうかっていうところと一緒になるのかもしれないんですけど、私多分ファッションの動画何個かね過去にも出させていただいてるんですけど、多分あんまり女性らしい格好って似合わないんですよね。スカート履いて可愛らしい格好っていうよりは、どっちかっていうとハンサムなトラッドなテイストが好きだったりとかもするので、そういう方が多分顔にも合うしっていうのがあって、この誰かが着て似合ってても自分には似合わないかもしれないから、一回さっきの話じゃないですけど着てみるみたいなことを大切にしてますね。でその着た時のバランス、顔と
となんか体とか全体的なバランスっていうのを、これいけるかなみたいなのとかで結構判断してるので、そこが一番やっぱ大切にしてるポイントにはなります。続いてはトラベルですね。旅行についての旅行について続いてちょっと待って感じかしっかり。はい、続いては旅行についての質問に答えさせていただきます。言えた旅行の決め方、フライトやホテルな音もかっちゃった旅行の決め方、フライトやホテルはどこで予約をしていますか？旅行の予約時に利用しているサイト、おすすめがあったら教えてください。よく旅をされていますが、飛行機やホテルはどのように取っていますか？はい、旅行関係で一番多かった質問はこれかなと思うんですけど、決め方、まず旅行の決め方は私と夫の夫婦の旅に関しては交互に行きたい場所を言って行ってます。一回私がここに行きたいって言ってそこに行ったら、じゃあ次は夫のターンみたいな感じで、なんかどっちかに偏りすぎるとちょっとね衝突が生まれそうなのでだから交互にね私たちは行ってますね。はい、でフライトやホテルはどこでっていうことなんですけど、フライトやホテルは比較的もうまずフライトは、航空券のサイトですね。最近多いのはトリップドットコムかなを使うことがあります。あとエクスペディアも使えますし、オフィシャルのその航空会社のオフィシャルのところから買うこともあります。ホテルに関しては自分が泊まってみたいなっていうホテルを結構その地図 Google マップとかでアクセスが市街地にアクセスしやすそうなところとかを見つけて、その周辺でホテルを探すことがあるんですけど、でそこのホテルをどのサイトで取ったら安いかっていうのが出てくるんですね、 Google マップだと。でその一番安いサイトに行って、でも大体それがなんか名前が知らないようなところではあんまり取らないので、それもエクスペディアとかトリップドットコムとかだったりするんですけど、そういう感じでやっぱり取ってますね、ホテルは。はい、旅行先のホテルの決め手知りたいです。ホテルはだいたい3つ星とか4つ星ぐらいのところから私選ぶようにしてて、であんまり大型ホテルじゃないホテルの方が好きなんですね。なんていうんだろう、ブティックホテルみたいなとことか、あと部屋のなんか内装が狭くても全然いいんですけど、なんか落ち着く内装のホテルが好きなんですよ。だから結構ベッドルームの写真を見て壁紙がなんかごちゃごちゃしてたりとかするところはそこまで選ばないかな。ね、なんか割とスタイリッシュな雰囲気とかシンプルな内装のホテルを選んだりすることが多いので、それが決め手かな。ね。旅行プランを考えるとき、夫婦の中での役割分担はありますか？ホテルは結構私がここがいいかなっていうのを言わせてもらうんですけど、じゃああなたはこれやって私はこれやるねってあんまないよね。なんかそれぞれになんかその旅行までにここは絶対行きたいよねみたいなところがあったら、メモしといてとか言ってみたいな感じで、あんまり旅行のプランもガチガチに決めないしね、私たち多分。そうでも比較的交通機関系は夫が調べてくれますでなんか現地の空港着きました、じゃあなんかもちろん今ねグラブとかウーバーとかあるんですけど、ちょっと鉄道で市街地まで行きたいねってなった時に、ここからこういうバスが出てるよとかなんか調べてくれるよね、あなたね姿勢に頼んでないっていうか変な言い方じゃなくて、私が全くそこをあんまり調べてないんで、どうしようって思うとそれはねみたいな感じで結構ね知ってるよねそれは分担ではないけど結構夫がやってくれることかな。ありがとうございます旅行 Vlog で使用しているカメラは何ですか？はい、そうこれもね比較的すごくよく聞かれる質問で、ちょっと今手元にないんですけれども、今使っているやつはDJI Osmo Pocket 3っていうカメラです。ちょっと後でまたそれも載せて
ておきますけれども、で非常にコンパクトで使いやすいカメラなんですね。で大好きで、もうカメラでいろんなところ旅して動画撮ってきたんですけど、この間、バンコクに行く直前にちょっとそのカメラの調子が悪くなってしまってなんですけど、私それカメラ1台しか持ってないので、旅行用のカメラが。で、それを持って行ったところ、見事にもうちょっとオートフォーカスっていうんですかね、フォーカス機能がちょっとダメになってしまって全然使うことができなく iPhone で動画を撮ったんですけれども、でその後にタイミングがすごく良くてですね、別の旅行カメラの会社の方からちょっとプロモーションということでカメラを1台提供いただきまして、で今ちょっとそのカメラでもう取り出してるんですね、動画を。で非常に綺麗に撮れるカメラなので、次は1月に旅行にまた行くんですけれども、1月の旅行先は全てそのカメラでちょっと撮ろうと思っていますので、すごく映像が綺麗なので、そちらもぜひ楽しんでいただければなっていうふうに思ってます。英語の勉強何でしていますか？同じく海外旅行好きなんですけど、なんせ言葉が出なくて。英語の勉強してますか？私してたら絶対もっと喋れるよもうね、英語の途中にとか言ってるもんねとか言ってですね、一応でもそんな私でも一応してるんですよ、皆さん。デュオリンゴという語学アプリご存知でしょうか？これ全然宣伝とかじゃないんですけど、デュオリンゴ私でも結構連続学習日数1500日以上とかってなってて、ちょっとやってない人もあるんですけど、そうですね。で、私もね英語喋りたいんです。だから喋りたいからすごくいろんな本を買いました。いろいろ中途半端にやりましたでもね、ちょっとね一冊おすすめしたいのがある。ちょっと持ってきます。これ、はい、お待たせいたしました。この本ですね。これ結構前に買った本なんですけど、これね意外とって言ったら失礼だな、日常使いできる会話が載ってるんですよ。なのでこれなんかねアプリで確かずっと聞き流せるみたいなやつだったんだよね。だから通勤の時とかにずっと聞いてて、なんかこれで聞いてた言葉がなんかふととっさの英語喋んなきゃって時に一瞬出てくることがあったの。それはねすごく良かったです。これちょっと私的には結構おすすめかも。こちらの本です。一人旅するならどこに行きますか？どこ行こうかな。でもタイすごい楽しかったの。いろいろ行きたい。韓国とかも行ってみたいし、一人で。なんかね、韓国の鉄道がめっちゃむずいんです、私的には。なのでまず韓国の鉄道に一人で乗れるようになりたいとかかな。あと、やっぱちょっとビビリなんで行ったことある国の方がいいかな一人旅で行くって言っても初めましてで一人旅って結構緊張しない？だからなんか過去に行ったことのある場所に一人旅で行ってみたいかなっていう感じですね。今まで行ったことある国を知りたいです。その中で一番心に響いた国を教えてください。今まで行ったところでもう一度行きたい国はどこですか？はい、これもちょっと多かった質問なんですけど、まず行ったことがある国はこれね地図で見てった方が分かりやすいかな。ちょっと待ってくださいね。私ヨーロッパってそんなにてか全然行ったことないんですよ。ヨーロッパ高いし遠いし、なのでまずヨーロッパだと、夫と一緒に行ったフィンランド、ヘルシンキと、あとエストニアのタリンですね。とあとはやっぱりもう本当にアジアが好きなんでアジアが多いんです。で、韓国ソウルかで、中国の北京で、台湾、あとベトナムはハノイとホーチミンで、タイはバンコクとプーケット、あとはシンガポールとバリ島とオーストラリアはケアンズしかまだ行ったことがないんで、オーストラリア行きたいよね。そうクオッカとか見たいよね。ちっちゃいねワラビーがいるんですけど、そういうのとか、あとはニュージーランドですね。ニュージーランドは夫婦でね仕事を辞めて3ヶ月住んだことがあるんですよ。なので、北島のオークランドから、あと南島の、クイーンズタウンとか
もニュージーランドもまだ全然もっともっと回りたいところいっぱいあるから行かないとね。あとはグアムとかハワイですね。で、アメリカの本土はアリゾナ州のセドナと、あとメキシコカンクンですねかな。はい、行ったことある国はまずそれで、一番心に響いた国、国というか場所になるんですけれども、もうこれ動画でちょっと作成してるんですけども、アリゾナ州のセドナです。もう私はセドナが一番好きです。セドナは赤いこう土が赤い山々、土で作られた山々がいっぱいあるんですけれども、とにかくもう空気がとても好きです。昔10年ぐらい前に一度セドナに行って、つい先月ぐらいですか、9月にセドナに夫とも行ったんですけど、その時にグランドキャニオンまで足を運んだんですけど、グランドキャニオンも私結構響きました。すごく良かったですね。また行きたい、行こうね。またね、今まで行ったところでもう一度行きたい国はどこですか？いっぱいあるけど、絶対行きたいのはグランドキャニオンかなね。でもいっぱいどこも行きたいですもん、全部。そう、どこも行きたいはい。次はどこの国に行きたいですか？次に行ってみたい国はどこですか？いくつでも大丈夫ですもうそれ無限すごい量になっちゃうんですけど、次は私が個人的に行きたい場所はでも2つありますね。まずオランダ。このオランダっていうのは一回航空券も宿も全部手配したんですけど、出発の何日前だあれ、前日キャンセルしたのにちょっと私の体調が原因で行けなかったっていうこともあって、必ずいつか、行ってみたいのと、あとはカナダですね。カナダのバンフに行きたいです。山が大好きなので見てみたい。あとはもう行ってみたいとこいっぱいあります。私モンゴルも行ってみたいし、あとニュージーランドもまた絶対行きたい。南島のニュージーランドって、ニュージーランドのクイーンズタウンか、クイーンズタウン空港の降りるところ、降りてくる景色がめちゃくちゃ綺麗なんです。私はオークランドから北島の方から南島に行った時に見た景色なんですけど、進行方向右側に座ってください。世界遺産なのか知らないんですけど、素晴らしく美しいマウントクックが見れます。晴れてたらマオリ語、ニュージーランドの先住民のマオリ語で、雲を突き抜ける山っていう意味なんですね。青ラキっていう名前がついてるんですけど、本当に雲突き抜けてます。本当に綺麗です。でその景色を見ながら氷河湖が見えたりして、で最後クイーンズタウンの空港に降り立つところも小さな空港なんですけど、山に囲まれててすごくいいんですね。もう旅先で購入したものでお気に入りのものは何ですか？ぜひ紹介してほしいです。はい、そんなに物買わないんだよね、私たち。なんですけど、多分一番私気に入ってるものがありまして、それがですね、こちら。このね、ちょっとテレビ台の横にいつも置いてるんですけど、これがですね、この3つなんですけれども、見えますか皆様。特に私が一番気に入ってるのがこの子。こちら。これなんですけれども、この3つはですね、新婚旅行のメキシコカンクンで買ってきたものなんですね。で新婚旅行で行ったので、この何ていうんですか、骸骨の新郎新婦すっごい気に入っちゃって、もうこれ可愛くてしょうがないんですよ。こちらこんなねなるまでね仲良くいようねっていう願いを込めて私これ買ったんですけど、こちらと、あとはこのメキシコっぽい柄の何なんだろう、キャンドル立てなのかな、わかんないんですけど、うちでは緑をこうやって入れてます。花瓶みたいにして使ってます。で最後これはこんな感じで、ここにいつも指輪を入れてるんですよ。結婚指輪をこの中に入れてるんですけど、見えますか？これチリ柄になってるんです。唐辛子なんです。これ柄が可愛くないですか？カラフルで。これね、私旅で買ってきたものの中で一番気に入ってます。この3
して最後のカテゴリーになります。ここからは私たち夫婦のことについて質問に答えさせていただきます。お願いします。旦那さんとの馴れ初め、旦那さんとの出会いは何ですか？旦那さんとの馴れ初め知りたいです。ご主人との出会い聞いてみたいです。旦那さんとの馴れ初め聞きたいです。馴れ初めなどをお聞きしたいです。ご主人との出会いはどんなでしたか？ご主人との馴れ初めお互いの好きなところをお聞きしてみたいです。皆様本当にありがとうございます。もう本当にこの質問が一番多かった気になりますよね。気になると思うんですけど、こちらに関しては秘密ですはい、まあね、人間1個ぐらい秘密があってもいいんじゃないかなと思うので秘密ですで、ただ私たち言えるのは結婚はすごい早かったね。お付き合いしてから多分半年ぐらいで入籍したかなという、スピード婚なんですけれども、仲良くやらせていただいていると思ってるんですが、どうですかでも仲いいよね。来ました何今の動画用じゃない？大丈夫そう割と仲いい方かな多分ね。で、はい、お互いの好きなところどうですか？どっちから言う？私はですね、これ変な意味じゃなくて、うちの夫はものすごくマイペースな人なんですね今って言ってるけど、そうで、私結構気使いがちな性格なんだよね実は。でなんですけど、そんな気使いな私が彼があまりにもマイペースに過ごすから、なんかこんなにマイペースでいいんだみたいなっていう風に思ったっていうか、なんだろう、すごくいい意味で、なんだろうな、飾らなくていいっていうことかな。飾らなくていいっていうか、必要以上に気を使わなくていいし、素でいさせてくれるところ、私を、それがすごくありがたいし、いいなって思う。だからなんかなんだろう、なんて言えばいいんだろうな、マイペースなところが好きですこれ嫌な意味じゃないですよ。褒めてます。すごくそこが好き。あなたはいっぱいあるんじゃないですか？言えるかな？全部時間的に大丈夫？なんかあるでしょ楽観主義なとこ楽観主義。そうだね褒めてますこれ褒めてる。じゃあ俺が結構悲観主義の方だから、そうだね、割とそうだね。だから楽観的に考えられるのがすごい羨ましいなって思う本当にだそうです。いいのか悪いのか、似てるようで似てないよね多分私たちって、そう結構真逆な部分も多くて、そこが良いのだ。そのマイペースなところとちょっと気遣いみたいなところもそうなんじゃない？そこが逆に良かったりするのかなと思っています。はい。ご主人の顔出しは NG なんですよねNG なんですね。 NG です。 NG です。すいません私もそうですけど、一般の人なのでちょっとすいません。はい。ゴールドの結婚指輪が素敵なのですが、どちらのものですか？はい、この唐辛子の入れ物から出しちゃおうかな。こちら、ちょっと後で、これ多分見えないと思うんで後でまた映すんですけど、これはですね、メデルジュエリーっていうところの結婚指輪です。で、なんか結婚指輪を選ぶ時も結構ね、私がジュエリーしたのが嫌だって言ったんだよね。そう、なんか自分の洋服の格好にも合わないし、なんかさらっとずっとつけれるおばあちゃんの手になっても可愛い指輪がいいなっていうふうに思った時に、私は多分そのさっき一番最初の方に伝えたイエベ、多分肌
なとかそういうのが多いと思うんですけど、多分肌に馴染むのはゴールドだから、ゴールドがいいなと思ってで探してて、でメデルジュエリーもメデルっていうのがカタカナ英語かなんですけど、多分このメデルから来てる名前っていうのもすごく素敵で、アトリエもすごい素敵なんだよね。であとこれそういう人もいらっしゃるかなと思うんですけど、私たち色が違うんですね、結婚指輪の。で夫はこれホワイトゴールドナチュラルって言ったっけな、材料で、夫は割と肌が白い方なのでゴールドの指輪よりも、そういうプラチナっぽいようなシルバーみたいな色味の方が似合うからって言って、一応ペアなんですけど色味は2人とも違う、それぞれの肌に合った色にしています。であとこのメデルジュエリーもいっぱいこうブライダルのラインがあったんですけど、私がこう気になったのがこの一つずつにこう名前がついてるんですね、指輪の。でそれがこのリングはカミーノリングっていう名前だったんですよ、確かっていうか多分そうで、そのカミーノってじゃあどういう意味なのかなと思った時に、スペイン語か何かで道っていう意味だったんですね。で結婚生活ってずっとこう続いていくじゃないですか。だからなんかその道を一緒に歩んでいくみたいな意味を込めて、このカミーノリングっていう風な名前になってるのかなと思ったんで、いいなって思ってこれにしました。未だに気に入ってます、私も。どうですか？シンプルで何の飾り気もないんですけど、いいよね。これを指輪にしてよかったなっていうふうに思ってます。夫婦仲良くて羨ましいなと思ってますが、衝突することはありますか？あるけど、もちろん人と人なので。でも多分相当少ないよね、私たち。我慢してますめちゃくちゃ喧嘩するってあんまないよね。ないね。たまにですね、衝突。たまに、もうほんとごく稀にだね。っていう感じです。お二人の笑い声が素敵ですが、険悪な雰囲気からの仲直りはどちらから歩み寄りとかありますか？はい、これ私ですなんか多分沸点がめちゃくちゃ低いんだよね、私多分。なんかちょっとのことでもみたいな、なんかそういうイラッとすることがあるんだけど、で怒りになったとしてもすぐに収まっちゃうんですよ、私。多分この怒った収まったがすごい早いんだよね、そのターンが。でなんかもし喧嘩とかになっても一瞬私はって怒るけど、すぐにケロッとしてねえねえとかって話しかけちゃうんだよね。で比較的夫は怒りにくいけど、怒ったらすぐはそんなには治らないから、多分なんかこう喧嘩した時は私から「ねえねえさっきごめんね」みたいな感じはあるよね、きっと。大丈夫ですか？異議なしですか？大丈夫ですか？これ私一人で喋ってると私だけの意見になっちゃう。なのであなたをちょっと意見を聞きたいんですけど、大丈夫ですか？異議なしです。はい、ありがとうございます。異議なし頂戴しました。はい。夫婦円満の秘訣が知りたいです。夫婦生活で一番気をつけていることは何ですか？これ最後の質問ですね。円満の秘訣、ちょっとわかんないんですけど、気をつけていることはなんだろう、良くも悪くも私は伝えるんですよね、結構感情をね。でもいけないのかな、それは。どうですか？わかんない、なんか心配になってきちゃった。ごめんなさい。いつもすいません。でもなんかこの不満をためちゃって、いきなりある日それをうわーって出しちゃうよりも、過去のこととかをなんかそのタイミングでこれはちょっと嫌だったなとかって、逆に嬉しかったことはこれはめっちゃ嬉しいとか楽しいみたいな感じで比較的伝えちゃう性格なので、そこはためないようにすることを私は気をつけてるんですけど、もしかしたらそれが嫌かもしれないどうですか？なんだろうこれ、なんだと思う？いやでも感情をずっと溜めて爆発されるよりは小出しにしてもらった方がいい好きじゃったいいじゃない。小出しにしてるんですけど、いいですか？そっちの方がいいと思う。多分これは人によるよ
いい人もいればなんか毎日うわーとかなってたらそれはさもううるさいってみたいな感じになるし、まあ、そこまでじゃないじゃん。そこまでその毎日うわーみたいな風にはならないから、まあ、それが私たち夫婦にとっては、まあ、これがベストなのかなっていうところかなという風に思います。何か他にありますか？大丈夫ですか？大丈夫です。異議なしですか？異議なしです。はい、ということでちょっと長い動画になりそうなんですけれども、以上が初めての質問回答動画でした。ね、どこの誰なんだかわからないっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですけれども、少しだけ、いや結構かな、わからないですけど、私のことを回答させていただきました。秘密の質問もありましたね。秘密がいくつかあってもいいと思います。そんな感じで、今回は長い動画ご視聴いただき大変ありがとうございました。これからも楽しく YouTube 活動をやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。今日の動画が、良かったよって思ってくださった方は、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。